チャプター1、エイジ、ウルフ・オブ・ナインス・アベニュー。デジタルワールドにおいてデジモンを入手する方法は大きく2つ。一つはツールを駆使してデジモンを捕獲すること。もう一つはデジモンの卵、デジタマを採取することだ。卵といっても鳥や魚の卵とはちょっと違う。まず現在の定説としてデジモンには性別がない。オスメスがない。ではどうやってデジモンが誕生するのかといえば、これも定説ではデジタマから生まれる。デジモンは死ぬとその魂とも言うべきデータを残す。そうしてデジタルワールドのどこかにまた新たなデジタマとしてよみがえるのだという。まるで輪廻転生を思わせるが、デジモンの生態はわからないことだらけだ。人類は未だにデジタルワールドのほんの一部しか知らなかった。明けない夜はある。どこまでもいつまでも続く白母、黄昏の空。いや、空のように見えるのはネットワークの海。雲のように見えるのはウェブの波。流れ星は情報のストリーム。ここは空の水底。揺らめく淡い光は遥か海面の上にあるリアルワールドからもたらされている。ネットワークの世界はさえ渡り美しく、けれども何者かが生きている世界は例外なくどこかしら壊れよどんでいた。錆鉄の雨が降りしきり、風は血の匂いがして、化学物質の刺激臭を漂わせる汚水が泡立ちながら押し流されていく。ドブ川どころではなかった。鉱毒が流れる封鎖都市もかくやと、ところどころ奇妙な蛍光色で輝く得体の知れないゴミデータをかき集めた流れが護岸を削りながら柵の打たれた河口から外に吐き出されていく。デジタルワールドに流れがあるのはなぜだろう。時の流れ、物質の流れ、天気などの自然現象があるのは、明らかに社会生活がもたらしたこんなゴミの山があるのは、一説には人間社会をはじめとしたリアルワールドとのネットワークを介した接触がデジタルワールドにこれほどのデータの多様性と循環をもたらしたのだという。もしそれが本当なら、かつて新大陸を発見したヨーロッパ人が現地の帝国を滅ぼすほどの病原菌をもたらしたように、青函航行が可能になった SF の世界で宇宙船に付着した未知の細菌が恐るべきクライシスを引き起こすパニックムービーの筋書きのように、人類とデジタルワールドの接触はこの異世界とそこで暮らす生き物をそれまでとそれからで一変させてしまったことになる。良いことなのか悪いことなのか、それはわからない。善悪にくびきを引くのは警察の仕事ではないから。エリアには見えてはいないだけでいくつもの思惑がうごめいていた。ヘッドアップの仮想モニタにワイヤーフレームの模式図が浮かぶ。ラストコースト。誰が呼んだか、そんな名前が付けられた赤い砂鉄の浜辺だ。ここはゴミデータの流れに集められたデジタマがよく漂着する。それを狙う密漁者も。副班長、不審なデジモンの反応あり。警察無線のボイスチャットが入る。
仮想モニタの加工エリアマップに赤い光点が散らばっていた。未確認デジモンだ。こちら玉姫、さらに索敵。川面から潜望鏡のように突き出した彼女のデジモンの目を借りる。詳細索敵します。エスピモン、成長期、サイボーグ型、ウイルス種。現認した。ブリキのおもちゃか。何とも説明しづらい、報告書にしにくい姿をしたデジモンだ。パッと見はレトロな昭和コメディ系ロボット番組のおもちゃ。ひっくり返した雪だるまみたいな頭でっかちボディに、マニピュレーターの両腕、脚部はロケット噴射のノズルのみだ。計4体です。クラッカーがついてんな。4体ともボットかこの野郎。ちっと舌打ち。ボットとは警察のスラングでツールによる自動操縦状態のデジモンのことを指す。近頃クラッカーの間で流行ってるデジモンです。サイボーグ型はツールと相性がいいからな。初心者御用達。デジタルワールドにデジモンを放って放置。AI ツール任せで一定範囲を探索して目当てのデータを捕獲採取する。よくあるクラッカーの手口だ。これがリアルのサーバなら狙うのは企業秘密や個人情報などになるが、こんなデジタルワールドの辺境でクラッカーの稼ぎになるものといえば、デジタマいくつ取れた？まだ一つ。盗聴。クラッカー連中のグリムによるボイスチャットの会話を拾う。声が若い。ボイスチェンジャー使用の形跡なし。ボイチャ垂れ流し、全部筒抜け。素人か？デジモンはボットだが、操作するクラッカーたちもオンラインにつないでいた。要するにネットゲーム感覚なのだ。どうします、副班長。部下たちはクラッカー同様、デジモンをドックとツールで操作している。このラストコーストとデジタルワールドの景色も仮想モニタの模式図や数値としては観測しているが、直接見えてはいないし匂ってもいない。知ってはいるが分かってはいないとはどっかの有名な学者の言葉だったか。分かっているのはこの場では彼女、副班長玉姫さつきだけだ。ツールで嗅覚の 99% 以上を遮断。さつきのデジモンはこのラストコーストみたいな劣悪な環境がむしろ大好きなのだが、警察は犯罪者の襟好みはできないわけで、全員逮捕。10以上の緑の点がいきなり仮想モニタの模式図に出現した。クラッカーのエスピモンたちはとっくにさつきたち警察に包囲されていたのだ。連中のボイチャに強制介入。同時にコマンドラモン分隊は2方向からターゲットを制圧。了解。エスピモンはこちらに気がついていない。クラッカーたちにはそもそも見えていないし、自分のデジモンがいるこの場所すら分かっていないはずだ。彼らクラッカーに見えるのは手元にあるデジモンドックの粗悪な液晶画面だけだ。だから警戒していない。でも彼女さつきには見える。ありのままに五感で。彼女は首輝を超えたものだから。よくも現れやがったな、密漁クラッカーども。ボイスチャットに強制介入、警告。響く美声を聞かされてエスピモンたちがようやくこちらの存在に気づいた。その時には
密かにほふく前進していたサツキの部下のデジモンたちが立ち上がり、密猟者たちを包囲していた。コマンドラモン、成長期、サイボーグ型、ウイルス種。警察の正式装備デジモンだ。外見は竜人、リザードマンといった姿。ポリスと書かれたヘルメットとボディアーマーを装備し、アサルトライフルを構えている。コマンドラモンは表面に特殊なテクスチャ加工がなされていて、周囲の環境に応じて電子鮮明細を施すことができた。これによって敵に気づかれずに接近できる。デジタマを発見。コマンドラモンが密猟されたデジタマを確保する。道具と物は抑えた。あとはリアルのクラッカー本人を検挙できれば3点セットだ。言うことはない。警察？デジタイかよ、ついてねえ。ようやく事態を把握したクラッカーたちだったが、ボイスチャットでうろたえることしかできない。サツキは現在時刻、逮捕容疑を告げた。現行犯逮捕。神妙にお縄を頂戴しろ。言っとくけど、回線くくって逃げても無駄だかんな。もう割れてんの。警察なめんな。お前らの名前も学校も特定したから。忌々しいことにクラッカーどもは高校生らしい。逮捕じゃなくて補導かもしれない。悪い先輩に誘われてクラッカーごっこで小遣い稼ぎ。あるあるな話ではある。逮捕って何の容疑だ？俺たちが何をしたって。不正アクセス防止法並びにネットワーク基本法デジタル破壊活動防止法違反。平たく言えばデジタマ密猟罪だ、この野郎。サツキはぶっきらぼうに言い捨てた。ここはデジタルワールドだぞ。どこの国でもね、なんで日本の警察が出しゃばるんだ。なるほど、クラッカーのガキどもはちょっと知恵がついているので往生際が悪い。サツキはスーッと息を吸って吐いて声にドスを聞かせた。ネットワークの自由、デジタルワールドの自由ってか。クラックチームの理念ね。大層なお題目だが、いいか、寝言は SNS で言ってろ。奥歯引っこ抜いてガタガタ言わすぞ、腐れクラッカーども。水面から目玉だけを出して潜伏していたサツキのデジモンが潜水艦のごとく姿を現した。パトライトの赤色灯が回転する。そのデジモンの姿、おぞましいうめき声、ぬめっとした大迫力にクラッカーのエスピモンたちは震え上がった。サツキのデジモンはなんと、耳の穴かっぽじってよーく聞け。リアルのお前らが日本国民で違法行為に手を染めている限り、日本警察のご厄介になって保護者呼ぶことになるんだ。めんどくせえな、この野郎。おい、そこ動くな。大バニッシュ。不意にエスピモンが消えた。次々とコマンドラモンは銃口の先のターゲットを見失う。消失マジックだ。エスピモンがへその位置にあるボタンを押した途端、ラストコーストの背景に溶けるようにしていなくなった。光学迷彩？生意気な。透明マントだ。正射。コマンドラモンたちがアサルトライフルをぶっ放す。分隊全力火力。コマンドラモンに負けじと迷彩をまとったエスピモンはしかしまんまと警察の包囲をすり抜けた。これはクラッカーの操作は関係ない。デジモン AI の自己防衛機能だ。メカノリモン。サツキが指示すると同時に背後でもう2体のデジモンが
明細を解いて出現する。メカノリモン、マシーン型、成熟機、ウイルス種。エスピモンやコマンドラモンより大型のデジモンだ。スケール感でいうと全高3、4メートル余り。ボディカラーは白ベース。その外見はロボット。腕部の長い人型パワードスーツそのものだ。デジモンは書類上警察備品扱いなのだが、メカノリモンは特化車両に分類されていた。内部には操縦を担う専任のコマンドラモンが登場している。単眼の物合いがぎらりと辺りを探る。メカノリモンは強力な探知機、各種センサーなど電子戦装備を搭載することで現場指揮者となることができるのだ。メカノリモンの胴部に埋め込まれたリニアレンズから光学兵器が照射された。トゥインクルビーム。レーザー光線が見えないエスピモンの一体をかすめた。バチバチと火花を散らしながら光学迷彩が溶けて、エスピモンはキリキリ舞い。砂鉄を巻き上げながら海岸に倒れ込んだ。仮想モニターに残る3つの赤い点は消えかけて点滅しながらチリジリに。逃がすな、撃て。示弾チャージ中、全ては捉えきれません。サツキとメカノリモンに乗った部下が行進する。その時、プチインパルス。雷鳴もろともラストコーストに稲妻の束が突き刺さった。予期せぬ事態にサツキは反応が遅れる。エスピモンが。警察無線が飛び交う。黒焦げになったエスピモンたちが次々と墜落大破した。稲妻の槍が残る3体のエスピモンを同時に正確に貫いたのだ。誰だ？サツキはヘッドアップの仮想モニタに出現した新たなマーカーを探った。そいつはことも投げに立っていた。機能停止したエスピモンの上に。その姿はさながら伝説の雷獣か。あれはパルスモン？パルスモン、成長期、獣人型、ワクチン種。電光石火。その異名のままジグザグに高速移動するデジモンの姿は目で捉えることさえ難しい。新手のクラッカーか。コマンドラモン分隊が銃口を向けた。パルスモンを使うやつは私が。サツキはそいつの名を知っていた。警察が知る限り一人だけだ。あいつはハッカー。副班長、指示を。ハッカー、ジャッジか。ちらりとサツキのデジモンを一別したパルスモンは、詰めが甘いね、デジ隊の副班長さん。笑みと投げキスをくれると、たちまちネットワークの海へと稲妻のごとく飛び去っていった。トサカに来た。副班長。コマンドラモン分隊が指示を仰ぐ。サツキは小馬鹿にされた怒りで内心プルプル震えていたが、現場指揮官としてなんとか平静を保った。エスピモンを制圧、密漁されたデジタマを確保。リアルのことはあとは所轄に任せる。パルスモンは。ふざけたハッカーの野郎はほっとけ。どうせ追いつきやしない。やつも。サツキはふてくされた。パルスモン、
あれとリンクしたハッカーもサツキと同類だ。くびきを超えたもの。了解、副班長。悪い。K ライン警告基準値を超えそうだ。タイムリミット破ると班長がうるさいし、ペナルティーで減給だし。はい、お先にどうぞ。それとデジタマですが。部下が早口で報告した。は？さつきはいよいよ手がつけられないほど不機嫌になった。さっきまで浜に転がっていたはずのデジタマがなくなっていたのだ。かすめ取っていったのはもちろん、まさに電光石火。パルスもハッカージャッジ、証拠品返せこの野郎。